黒い水滴。ご主人を殺害した犯人を逮捕しました。そう、警察から連絡が入ったのは、夫が殺されてからまだそれほど日が経ってはいなかった。犯人は予想通り、カホコという夫の愛人だった。結婚するしないで口論になって、カッとなって思わずキッチンにあった包丁で刺してしまったらしい。夫を刺した後、怖くなって近くのネカフェで過ごしていたけれど、警察の捜査ですぐに見つかり、逮捕に至った。病院にもマスコミが駆けつけた。こういう時、妻は犯人を恨んでテレビカメラに向かって夫を返してくださいとでも涙ながらに訴えるべきなんだろうかとも思ったが、そんな三文芝居みたいなこと私には到底できない。マイクを向けられた私は答える言葉も見つからず、ただ黙ってやり過ごした。世間って単純だ。それが悲しみに耐える妻のように映ったみたいで、世間の人にはどうやら同情してもらえたようだ。愛人に夫を殺された気の毒な妻。なんてのは勝手な偶像だ。私がこれを聞いたただの第三者だったら、愛人に夫を寝取られて挙句の果てに殺された惨めな妻だと思うだろう。でも珍しい事件じゃない。別れ話がもつれて愛人に殺されるなんてどこにでも転がっているありきたりな事件だ。世間なんて3日も経てば忘れるだろう。お母さんは息子が殺されたことを知って反響乱になった。変な女に手を出すんじゃないと言いつつも、夫のすることには寛容だった。なんだかんだと言いながらお母さんは一人息子のマサヤを溺愛していたのだ。最愛の息子を殺された気分はどんなだろう。私には想像もできない。本当にお気の毒だ。さすがのお父さんもこの時は意気消沈していた。お父さんにとっても一人息子には違いないのだから。でも夫とお父さんは私の知っている限りあまり会話はなかった。夫はお母さんの言いなりだったから、同じようにお母さんに逆らえないお父さんが嫌だったのかもしれない。そしてお母さんにだけ懐いていた息子、お父さんは可愛いとは思えなかったのかもしれない。夫が死んでお母さんの私への当たりはさらにきつくなった。一人息子が死んだのだから誰かに当たらなければやり過ごせなかったのだろうとは思うけど、朝から晩まで当たり散らされるこっちはたまったもんじゃない。あなた、少しも悲しそうにしないのね。お母さんはそう言った。やっぱり見透かされてる。だって少しも悲しくないのだからどうしようもない。正直私は肩の荷が下りたような気分だ。だってあの女カホコはいつになったら夫と別れるのだと、それはしつこく私に言ってきてたのだから。早く別れて。嘘のくせにいつまで居座ってるのよ。私と別れても
夫はあなたとは結婚しないと思うわよ。でも、結婚するって言った。そういえば、あなたがおとなしく待つとでも思ったんじゃない？顔だけのバカ女だとか言っていたから。ふざけんな。マサヤは私を愛してるのよ。そんなこと言うはずないでしょ。こんな会話が毎日のように続いていたからうんざりしていた。だから私はほっとしている。こんなことお母さんにはとても言えないけど、お母さんの機嫌を損ねたら夫がいなくなった今、私だって追い出される可能性はあるのだから。でも神様って本当にいるのかもしれないなんて私は思った。だってお母さんの身にあんなことが起こるなんて。お母さんが階段から落ちて歩けなくなったのは夫が死んだ1週間後である。こういうのを踏んだり蹴ったりと言うのだろうか、それとも泣きっ面に蜂と言った方が合ってるのかなと少し思った。私って不謹慎だ。お金を出せば面倒を見てくれる人はいるだろうけど、果たしてあのわがままなお母さんの暴言に耐えながら世話をできる人は何人いるかといえば甚だ疑問だ。お金さえ積めば何でも我慢してやってくれるわけじゃない。でも心配しなくて大丈夫ですよ、お母さん。あなたには私がついているから。私は心の中でそっとつぶやく。それにしてもなんて扱いやすい女だったのだろう、あのカホコという女は。劇場型だとは思ったけど、こんなに予想通りの、いや予想以上の行動に出てくれるなんて。まあそのために私は着去もしないで毎日毎日あの女の電話の相手をしてあげたのだから、これくらいのご褒美をもらっても大丈夫だよね、お母さん。その代わり私はずっとお母さんのお世話をしてあげるから、あなたが私を嫁に選んだことを正解だったって思えるように。これで私の2つ目の憂いが消えた。このお話は黒い水滴6に続きます。次の配信をお待ちください。この続きが気になった方はチャンネル登録してね。